それでは、定刻になりましたので、B スペースジャパンの、本日のトークショー、B スペース最終モデル MX6 の公開インプレッションを行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、塚本さんもすでに M6 に何キロ乗ったですか200キロぐらいですかね。200キロ。1週間ぐらい前にちょっと受け取って、しっかり乗り込んできましたんで、そのバイクの詳細とか、乗車価とかについて、知りたいと思います。はい、ありがとうございます。WE スペースってあんまり馴染みない方いらっしゃるかなと思うんですけど、今中国国内で一番勢いがある、ブランドでしょうかね。そうですね、B スペースは2008年に生まれたブランドなんですけども、アモイに本社と生産の拠点を持ちまして、生産から流通、販売までを一貫して行っておりますので、そういった点で、かなりコストだったり、開発に力を割いていけるあと品質管理には、X 線モデル検査を導入するなど、業界のグローバルリーダーを目指して、挑戦を続けているブランドです。すみません、設計から、開発、製造までやってるっておっしゃいましたけど、そういうブランドって少ないんですよね、実は。そうですね、実際に、全てのトヨタを自社で行えるブランドというのは実は少ない。それは生産設備的にも、技術的にも、コスト的にも、いろんな多分理由があると思うんですけど、B スペースはあえてそこを全部自社でできるような体制を整えるってことに、こだわっている。そうですね、金型を改良するよりも、金型1個作るに100万円以上めちゃくちゃなコストがかかるんですけども、そこを妥協せずにできるコストをかけて開発ができる、改良ができる、ブランドでございます。昨年ちょうど1年ぐらい前ですかね、WE スペースの、中国の、福建省ってちょっと南の方にアモイっていうカーボンファイバーの街がありまして、そこで世界中のカーボン製品を作ってるんですけど、そこの B スペースさんの本社工場に見学させてもらいました。すごくね、近代的な品質管理をしてるなって、カーボンファイバーの保管から、それを、シートを金型にペタペタ貼っていって、それを最後に焼いて、カーボン製品を作るんですけど、その各工程をしっかり、工程管理して、できたものに対してもちゃんと計算をして、問題ないかどうかを確実にチェックしてから出荷するっていう、そういう体制が整っていると思いました。で、X 線の検査って、畑さんおっしゃってましたけど、ハンドルとフロントフォーク、この2点で壊れると、大怪我するんですよ。そうですね。で、この2つに関しては全数やってると。一部検査ではなく、もう全数です。どれぐらいって言ってますかね。1% とか 2% とか、大体そうですよね。スペースさんの基準だと、カーボンの成形不良とか、ちょっと隙間が空いてるとか、スーパーが合ってないとか、そういうのをちゃんと出荷前に計算して、弾いてやることで、安定した品質と安全性を両立していると。そうですね、ちょっと気候の条件などによってもカーボンのできる具合というのは変わってくるようなんですけども、先日、その日にできたカーボンハンドルは100本を全て捨てたと、そういった話も聞きました。ちょっとこの話聞いてからいわゆる安いカーボンハンドルちょっと使うの怖くなりました。そうですね日によってちょっとこれダメだなっていうのが100本も生まれてしまうハンドルを、検査せずに出してたら、少し怖いですよね。秘密管理だったりについて話したんですけども、あと WE スペースについては、日本ではですね、スパークを置いた練習のチーム、
供給を始めて5期目で、あと愛産工業レーシング、はい、こちらにも、ホイールの供給を始めて2期目となっております。で、国内だけではなく、世界、昨年2024年に、WE スペース、なんとツール・ド・フランス・ファム、ちょっと今、タワーポディウムが、はい、ツール・ド・フランス・ファムに初出場いたしまして、女子版のグランツールですね、はい、走り切ったと、戦い切ったと。で、今年も、なんと2年目、2度目のツール・ド・フランス・ファムの出場が決まりました。はい、このように、日本だけでなく、世界のレースシーンでも活躍しているブランドです。もうなんかレース活動のサポートみたいなのがやっぱり、ブレてきて、単に指定者作るだけじゃなくて、そういうレースシーンで存在感を高めていこうっていうのはちょっと離れがしてます。はい、ありがとうございます。今日の、メインのテーマなんですけども、じゃあビーズテストの最終モデル M6 でございます。はい。M6 についてちょっと僕から先に説明させていただくんですけども、M6 の前身は C5 エアロというエンディランスのモデルから出荷してきたモデルになります。で、その C5 のエアロにもですね、その高いエンデュランス性能乗り心地の良さに対して、チェーンステーションの2ミリ短縮だったり、あとはトレール長の3ミリ短縮より加速の鋭さだったり、ハンドリングの良さというのを追加して、レーシング、レースの世界でも戦えるようなバイクを作ったと。それが M6 です。でですね、最近 WE スペースちょっと素材の部分についてもちょっと自信がありまして、M60 という、ちょっと特殊な感じ利用もされるようなカーボンを使っております。スカイさん、カーボンについてM60 ってご存知ですか？恒例の高断成立カーボンですので、そうです。E シリーズと M シリーズで、ある中の、より合成高める方に特化した繊維を使っています。はい。カーボンって硬さ、強度と、あとはその弾性、ちょっと難しいんですけど、弾性というのはカーボンを曲げた時に戻る速度、跳ね返りの強さみたいなところなんですけども、ちょっと異なる2つの要素があって、こちらのどちらもその優秀、優れているのが、はですね、はい。炭素繊維、基本的にカーボンは樹脂を炭化させた炭素の繊維をプラスチックで固めて、こういうフレームとかハンドルといった成型品を作っているんですけど、その炭素といってもその繊維自体にいろんな種類、いろんなグレードがあります。で、一人に安いカーボンっていうのは引っ張り強度があまり強くないし、柔らかいんですぐ失ってしまうんですよね。で、中に高強度カーボンと高断成率カーボンっていうのがあって、高強度カーボンっていうのは引っ張り強度が強い。同じ太さでも2倍の力に耐えるとか、そういう特性を持っています。そういうカーボンを強度が必要な場所とかに使ってやることで、材料を減らして、フレームを軽くできます。で、もう一つ、高断成率カーボンって言って、それは同じ太さでも曲がりにくい、より合成が高い素材なんですよ。で、その高断成率カーボンを使うと、同じ太さのフレームでもより硬くなる。合成が高くてキビキビ進むバイクになります。じゃあその高断成率カーボンで全部作っちゃえばいいやと思うかもしれないですけど、高断成率カーボンって強度がそこまで高くないものがあるんですよ。なのでこういうフレームの開発というのは、強度が必要なところに高強度カーボン、合成が必要なところに高断成率カーボンっていうのを適材適所で使い分けて、で場合によったら複数の繊維を重ねたりとかして
求める乗り味と、目標の重量っていうのを両立するようなバイクを作っていくんですけど、とはいえやっぱりいい材料を使う方がいいバイクができやすいんですよね。ウィステさんは、今回この、i6 のバイク、そこまでハイエンドモデルじゃないけど、繊維自体は、他社のハイエンドバイクに使われるような、すごい高価な、高性能な繊維を使っているという、そういうことでよろしいですね。そうですね。うちのですね、本国の社長が、ものづくりに対して真剣で、あと、カーボンフレームについて、かなり詳しい、本質を分かっているというか、そこを素材を削ったら、いいバイクができないよね。焼き加減削ったら、焼く時間を削ったらいいものはできないよねっていうのを、よく理解しているので、うちの自転車はその高い素材をちょっとだけ使うとかじゃなくて、必要な箇所に必要なだけ使うというので、非常に使っているカーボンも高価で、かなり原価が高いです。はい。ただ、その中でこの M6 ですね、フレームセットの価格は、30万8000円。あと、今ここにかかっている完成車、105DX でキャブフェイルがついてるんですけど、こちら49万8000円で、はい、発売しております。ミドルグレードの完成車で49万8000円って、そこまで珍しくない価格帯ではあるんですけど、よく見てもらうとこれ計測周り105の DI2 です。で、それだけじゃなくてホイールも、同じウィンスペースの持ってるホイールブランドのウナスの、50mm のカーボンディープがついてきます。ノルウェーブランドです。でさらに、ハンドルとステムに関してもカーボンの引体型の、システムがついてきます。これ大体ホイールで、これ価格9万8000円でハンドルがね6万円弱ぐらいするものなんで、105の DI2 の価格と足していったら計算が明らかに合わないぐらいコストパフォーマンスがいいんですよ。多分他社さんの105の DI2 のモデル50万円台ぐらいから60万円までの間あること多いんですけど、見てもらうとホイールがアルミホイールだったりします。そういう意味で多分コストパフォーマンスについては価格帯で、敵はいないんじゃないかなっていうところです。ございます。では、実際に乗っていただいたところインプレッション、はい、描いていきたいと思います。まず、鈴木さん、この自転車を見て、まずすごく特徴的だと思いました。そうですね。見てごらんように、すごいエアロな、いわゆるエアロロードの雰囲気のバイクです。で特にフロントフォークとかはすごく分厚くて、これ横断面なんで前から見るとすごくないんですけど、フロント周りの空気抵抗削減に対して、すごく気を使っているというか、設計してるなっていうイメージでしたり。ただこういうバイクってすごい乗り心地が悪いことが多かったんですよね。チューブ自体が全部縦に長いんで、横方向のペダリングした時の縫製確保しようとすると縦に硬くなりすぎてしまうっていう、なんでエアロロードって速いけど乗り心地が悪いから、やっぱり長距離だと疲れるよとか、のんびりサイクリングするのにはあまり向いてないよねっていうのがやっぱり今までのエアロロードに対するイメージでした。はい、エアロで、エアロってなんか、ありました。そうですね。ちょっと特殊な例だとトライアスロンバイクとかは長距離でグリップの終了になってきて、そこまで強度も上げないし疲労を食べないところ大事なってこないんで、そういうバイクでは同じようなコンセプトのバイクはあったんですけど、ロードバイクだとやっぱりエアロロードってなるとすごく競技志向の強いレースバイクってなるし、逆に長距離向けと言われるコンフォートロードってカテゴリーになると、バイク自体がやっぱり剛性低めでハンドルもすごく高いしかつけられなくて、のんびりサイクリングするの
ってメインターゲットにしてるようなそういうバイクが多かったです。まあ M6 がちょうど間の立ち位置なんですよね。スピード出して走りたいけど、まあ、長距離長時間走っても疲れない。レースには出ないけど、そういうスピードを出すようなサイクリングをしたいっていう、そういう人のためのバイクにちょっと仕上がってるかなと思いました。ありがとうございます。では、実際にもう、130キロのライドにも行かれたということですが、エンデュランスとレーシングの、アイドコであるこの L6 の性能、実際にこれらでどう感じました？そうですね、私、普段もっとレース向けの、レース向けのロードバイクに乗ってるんで、それとの比較になるんですけど、最初に、悪いというか、ここはやっぱり怒ってるなと思ったのは、高強度でスプリントするような場面、1000ワットとか1200ワットで全力でも動くような場面だと、やっぱりフレームが力受け止めきれてない感じはしました。で、反応性っていう点では、やっぱりそこまでレースに振り切ってないっていうイメージだったね。じゃあ、これがダメなのかっていうと、全然そんなことはなくて、あくまで目的は長距離を早く、しかも楽に走るっていうところなんで、100% の全力世界じゃなくて、60%、70% ぐらいのペースで走るときに一番気持ちよく走るように作られているようなイメージです。で、平地でもスプリントじゃなくて、高速巡航してローテーション回しながら走っていくような、そういうイメージ。で、上り坂でもタイムアタックじゃなくて、ちょっと余力を残しながら、低ペースでペースをして登っていくような、そういう乗り方がすごく似てると思いましたね。で、硬さについては、こういう硬そうな見た目のバイクなんですけど、乗り心地は非常にいいです。なんでこの乗り心地になるか自分でもよくわからないんですけど、これだけ太いフォークなのに、突き上げるようなガツンという衝撃はかなりワイルドになってますし、後ろも縦方向の路面の凸凹だとか、継ぎ目とかで跳ね上げられるような振動とか衝撃っていうのはしっかり吸収してくれてます。で、種が爪で、じゃあ横方向、ペダル踏んだ時にしっかりフレームが近くで止めてくれるかについては、さっき言ったように、スプリントするとやっぱり限界はあるんですけど、内側の分、白くずりって大体400ワットとか250ワットとするぐらいまでなんですけど、それぐらいで組んでもしっかりフレームがしなって快適にフレームっていう。で、硬すぎるフレームって距離はすごく気持ちよく走るんですけど、すぐ足にあれ返りが来て、後半疲れてくるんですよ。で、これだと、100キロ以上走っても、ライドの終盤までちょっと余力を残しながら、下り抜けないやつやから、特に、疲れてきた時に上り坂があって、重めのギアでダンシングして、力抜きながらダンシングして登るような、そういう場面とかにすごいブースが光るなと思いました。実際ハイエンドバイクは結構疲れてきて、ペダリングできなくなってくるとめっちゃしんどいみたいな。最近の、いわゆるハイエンドの、エアロロード、グランツーが走ってるバイクって、終盤まで力を残して走れて、しかも空力が良くて疲れないって言うんですけど、あれがターゲットにしてるのは、FTP が体重の6倍とかある、いわゆるトッププロのレーサーなんて、超人向けを詰まってるか、結構前。とんでもないフィジカル持ってる彼らにしてみたらちょうどいいんですけど、そうではない人とか、そこまでハードな乗り方しない人にとったら、ちょっと手に余るんですよね。構成が高すぎるし、もっと言うと価格も高すぎるんで、彼らの超人のレースを、勝利に導くためにいくらでもコストをかけた結果、ああなってしまったっていう。M6 も別に手を抜いてるわけでは決してないんですけど、そこはちゃんとターゲットがどういう層にあるかっていうのを見て、その人たちにとって、ちょうどよくって、気持ちいいっていう、そういう調整がされてるなって思うので、私は。はい。実際にその体感してるスピードだったり、メーターでのスピードっていうのはどう感じました？そうですね。
正直乗っててそんなに速く感じないというか、スピード感というか、このぶっ飛ばしてる感じはしないんですよ。それは乗り心地がすごくスムーズで、そしてバイク自体も本当のレーシングバイク、B スペースでいうと SLC5 みたいなバイクに比べると若干ホイールベースを伸ばして、で若干ヘッド周りのジオメトリーも安定志向に振ってます。で集団の中で左右にライン変えたりとか、くねくねした峠道を全力で攻めて食らったりするような乗り方をするとちょっと落ち着いてるなと思うんですけど、その代わり、長距離で走るときにバイクをまっすぐ走らせやすい。ふらつくバイクってすごく疲れるんですよ。で例えば何十キロもひたすら直線走るみたいな時にバイクがしっかりまっすぐ走ってくれるんで、精神的にも疲労を抑えられる。で構成とか振動吸収性も優れてるんで、肉体的にも疲労を抑えられる。結果として最後までスピードを保って走れるバイクでしたり。そうですね。実際にそういうバイクと安定感の強いバイクに比べると、走りにより集中できるっていうのが分かりやすいのかなと思います。そうですね。でこちらのバイクの、ハンドリングだったりコーナリングに関してはどう感じました？先ほど言ったようにやっぱりちょっと落ち着いてるですけど、ただなんか本物のコンフォートバイクっていうさり、いわゆるエンデュランスバイクに比べると競技志向ちょうど中間的なハンドリングですね。なんで普段一人で走っててこのバイク曲がらないなとか、逆に不安定すぎて怖いなと思うことは全然ないですね。あと他のバイクとの違うポイントとしては結構スタックが低い。つまりハンドルを低く下げられるんですよ。日本でボートバイクってあまり人気がないんですけど、人気がない理由の一つはやっぱり日本人にはハンドルを低くしきれないっていう理由があって、良さそうだと思うんでもポジションが出ないで諦めてしまうケースが結構多かったんですよ。ただ M6 に関してはハンドルの高さに関しては他のレーシングバイクの装飾のない高さまで下げられるようになってます。なのであくまで一斉のエアロロードと同じような空力制なので同じようなポジションが取れるけど、でも乗り味はより長距離走に振った一般人のビジュアルで振ったイメージっていう印象ですね。下りについてはどのような感触に見えます？下りについてですか？下りもやっぱり直線とかだとハンドリングが相当落ち着いてるのがやっぱり安心感の高さにつながってくる。あと縦方向にバイク跳ねないんで、跳ねるバイクって下りすごい怖いんですよ。コーナーでちょっとなんかギャップでグリップを失ってしまったりするんで、そういう意味では高い技術を持っていない下りのコーナリングとかで特殊な技術を持っていない人でも安心して安定して下れるっていう印象ですね。下りの安定感も感じると。逆に上りはどうですか？上りについても一定層で一定ペースで登るような登り方にやっぱり向いているバイクですね。ヒルクライムでもヒルクライムっていろいろでヒルクライムレースでしかも先発クラスみたいなライバルがいて順位競うようなヒルクライムレースだとどうしてもアタックかかった時の反応性の良さみたいなのが最重要になるんですけど、そういう意味ではこのバイクはそういうアタック合戦とかだとちょっと遅れを取るんですよ。その代わり自分の目標タイムに合わせて警戒のペースで登り続けるみたいな、そういう登り方するときはバイクのフレームのしなり方とか振動の吸収性とかがちゃんとサポートしてくれるようなそういうイメージですね。自分のなんか一定ペースで淡々と刻むヒルクライム結構向いてそうな。そうですね。で正直アタック合戦するサイクリストって自転車乗りの上積みの数パーセントぐらいになってる。
でただ今市場にあるバイクってアタック合戦するためにバイクばっかりなんですよ。アタック合戦ばっかりするためのバイクか一番下、フィットネスとかレクリエーションでサイクリングするだけのバイクかっていうなんでその間にある実は一番多いボリュームゾーンを狙ったバイクとしてかなり珍しい立ち位置ではあると思うんですけど、そういう人たちにとったらもう間違いない選択かなと思います。ありがとうございます。ちなみにスクリーンさん、この M6 のちょっと企画についてのちょっと気にしているですね。はい、皆さん自分で正規される方っていらっしゃいます。ありがとうございます。半分ぐらいしたり。で整備もいろいろとあると思うんですけど、空気入れたり、チェーンに油させたりというのは、ほぼ全員がされると思うんですけど、されてますよ。空気なくなるたび、自転車さん預けてる方とかいらっしゃいますよ。ってると思うんですけど、そこを超えたレベルの話です。例えば、ヘッドのベアリングが傷んできたとか、ちょっと雨の中走ってゴリゴリ言ってきたみたいな話とか、こけてリアリレーラーのハンガーが曲がってしまったでボトムブラケット BB もなんかベアリングおかしくなってきたりとか、そういう時に、自分で交換するにせよとか職に預けるにせよ、交換部品っていうのは絶対必要になるんですよ。今のハイエンドのバイクってそういうところを車種専用にすることで、空力的な性能とか重量的なアドバンテージを確保しているものが多いです。ただ M6 は、そこまでカリカリしてないというか、ユーザーのために寄り添った企画っていうのが採用されます。例えばヘッドセットは、独自のものじゃなくて FSA ってフォートメーカーが作ってる ACR っていう内蔵ヘッドセットの規格をそのまま使っています。もちろんこのトップのキャップとかは専用形状になってるんですけど、中のベアリングのサイズとかこのスペーサーの形状とかは ACR に準じてるんで、例えば他社のハンドルを使いたい場合 ACR 対応の他のブランドのハンドルはそのまま付けられます。で一応 B スペースのこのハンドルいろんなサイズあるんですけど、人によったらもっと幅が狭いのがいいとか、もっとドロップの形が違うのがいいとかあると思います。でそういうのに対しても汎用的な規格使ってるんでパーツの選択の幅が広がりますし、あとこのベアリング自体がもし摩耗してダメになってしまった時も交換用のパーツを入手しやすいっていう特徴があります。次にリアリレーラーのハンガーなんですけど、ハンガーは最近僕らできましたけど UDH っていう規格を使ってます。リレーラーハンガーって今までいろんなブランドのいろんなフレームそれぞれの専用設計のものが多くて、皆さん自転車買ったらリレーラーハンガー一つ予備を買っておきましょうとか自転車さんに言われてまた人いると思うんですけど、そう言われるのは転倒してここが曲がった時に交換部品がないとフレーム自体使えなくなってしまうんですね。ハンガー自体が曲がってフレームを保護するための部品なんですけど、この部品ってバイク専用で、しかも自主分だけあるんで自転車さんとかに在庫してることって少ないんですよ。1回転倒して部品入荷するまでなんか1ヶ月待ちですとか、在庫あってもなんか1週間待ってくださいとかいうスペックがざらにあるんで、絶対予備を用意しておけって言われてたんですけど、それがこの UDH ってハンガーになっていろんなブランドのいろんなフレームで共通の規格となりました。これをミスラムってコンポーネントメーカーが提唱してて、これを採用してるやつは全部記者と同じ UDH 規格のハンガーを使い回ってます。じゃあA 社 B 社 C 社ってあってその3種類のバイクを持ってても全部 UDH 採用だったら予備ハンガーは1個でいい。練習してもですし、10年後、20年後、このフレーム仮にウィンスペース自体がなくなってしまっても UDH 規格が残っていたら乗り続けられるという、これは大きな特徴や最後に BB ボトムブラケットなんですけど、これは最近増えてきましたけど T47 っていうレジ切りの
BB 規格を使ってます。圧入タイプの BB ってやっぱり大人にしたりとかちょっとインストールが難しかったりするんですけど、電子切りなんで専用工具があったら、簡単に脱着できますし、異様のトラブルとかも少ない特徴があります。全体的にはこんな感じで、アマチュアライダーに限らないですけど、すごく長期的な維持がしやすいようなコンセプトで人の設定とか企画の決定がされてるなと思いました。あれですね。ちなみにでしたね、ちょっと一部気になっている方がいるようなので補足なんですけど、こんな感じで一般的な普通のステムと普通のハンドル N6 もこんな感じの仕様で組むことができますので、一体型ハンドルに限らず、別体の、ハンドルステムでも組み付けができます。そっちも多分同じ、ACR の規格ですよね。そうですね。仮にそのヘッドのパーツを持ってきてこっちに移してやったら、キャップの部品ですね、キャップの部品を移してやったら、別体のハンドルも使える。フレームセットには付属します。多分パーツ単位でも市販されてますよね。うち単体通販売はしてないです。FSA とか。そうですね。はい。はい、そういうアルビノバレーハンドルつけて PH バーをつけて、タイムトライアルなんかで使うとかトライアスロンなんかで使うっていうようなアプローチもできるかなと思います。はい。ちなみに水さん200キロ M6 を乗ってどんなライダーに M6 をおすすめしたいですか？そうですね。バリバリ競技をやってる選手ではない人、毎シーズンJBCM 出るとか、そういう人たちはもっとハイエンドのレーシングバイクに多分乗るべきだと思います。ただそこまではしない。イベントに年1回か2回出ますとか、出てもすごいフリーライド旅でだけど、それなりにスピード出して走りたいっていうし、こういうエアロバイク乗ってみたいって人、そういうエリートライダーじゃなくて、ホビーライダー、アマチュアライダーっていうカテゴリーの人にとったら、すごく刺さるバイクかなと思います。ポートバイクだと物足りない、退屈だ。ただハイエンドのレーシングバイクは高すぎるし、性能的にも手に余る。そういう人たちはこの M6 に乗ると満足できるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。こちら、1番の DX でカーボンプレイが書いた完成車、49万8000円、50万円で屋上の、サイクリング体験が手に入りますので、しかもですね、ハンドルサイズ選べます。こういう一体型ハンドル搭載車、完成車って選べないことが多いんですよ。200万円超えるような超高級バイクでもハンドルサイズはフレームサイズとセットになってて、自分のポジションにあってステム長とかハンドル幅変えられないということが多いです。多いけどこれってとんでもない話で、自分の体に合ったバイクのポジションに乗りましょうって最初に自転車屋さんに言われるんですけど、そういう自転車っていうのは実は少ないんですよ。でもオフィススペース自体はオーダーしてから放射工場でちょっと配っている手順になるんですけど、なんでハンドルのサイズは何種類でしたっけ？11種類から。そうですね、このハンドルだとハンドルの幅は、380から420まで、3種類幅があって、ちょっとサイズによって違うんですけど、リーチも170ぐらい。85、95、105、115、125。ちょっと小さいサイズのめっちゃ長いスクートがない方だとするんですけど、大抵その範囲内で、自分の好みのリーチとかハンドル幅とか調整できるようになってます。はい。それでは、作り届いた M6 公開エディショントークショーを締めさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。